皆さんこんにちは。タイアクアリウムチャンネルです。私の家では現在6本の水槽を使って合計16匹のアロワナを飼育しています。前回の動画でアロワナ混営飼育のメリット・デメリットという動画をご紹介しました。前回の動画は概要欄にも貼っておきますので、まだ見ていない方は概要欄からぜひご覧ください。今回の動画はアロワナの単独飼育のメリット・デメリットと題して私の個人的考えをシェアさせていただきます。ちなみに今回のテーマのアロワナの単独飼育ですが、次のような定義としてお話をさせていただきます。定義1、1本の水槽の中で飼育するアロワナは1匹だけ。定義2、アロワナと喧嘩をしないような魚との混営は OK とする。プレコナズのお掃除系の魚はゴミなどを食べてくれるので、アロワナ単独飼育の仲間にしています。また、ニシキゴイもアロワナに危害を与えず、掃除もしてくれるので、仲間にするには適しているかと思います。定義3、混営させる魚はアロワナプラス2匹まで。定義の2で、喧嘩しない魚の混営は OK としました。しかし、あまりにも多くの魚を一緒に飼いすぎると、これから説明するメリット・デメリットが成り立たなくなりますので、混営させる魚はアロワナプラスマックスで2匹までとしました。まずはメリットから紹介します。メリット1、アロワナが怪我をしない。当たり前の話ですが、アロワナ1匹だけで飼っていますので、喧嘩をする相手もいないので、尻尾やヒレをかじられるというような怪我は起こりません。たまに飛び跳ねたりして鱗が剥がれることはありますが、これは混営飼育でも起こるので、アロワナの飛び跳ねに関しては単独飼育に限った怪我ではないと考えています。メリット2、水が汚れにくい。アロワナを複数で飼育する場合と比べて、アロワナが1匹であれば排泄物も少なくなるので、その分水も汚れにくくなります。水が汚れにくくなるので、多少水替えの頻度を減らしても問題はないかなと思います。私の家では単独飼育の水槽は1週間に1回の水替えで管理をしていますが、ろ過槽もそれほど汚れていませんし、魚も病気になったことはありません。続いてアロワナの単独飼育のデメリットとして考えられることを挙げていきます。デメリット1、餌食いが悪くなる。デメリットというか、単独飼育で起こりやすいのが、時々アロワナの餌食いが悪くなるという傾向です。単独飼育だと餌を奪い合う他のアロワナがいないので、のんびり餌を食べる時があります。自分だけのために餌を与えてもらえると、アロワナが覚えてしまうのかどうかは分かりませんが、単独飼育だと餌に対しての好き嫌いが出やすいかなと感じています。単独で飼育をしているうちのコウリュウ2匹は、最近餌への食いつきが悪くなってきているので、少し餌の頻度を落として餌に対して貪欲にさせるようにしています。
デメリット2、目だれ。アロワナが水槽の底ばかりを気にしていると目の位置が垂れてくる可能性があります。混泳で飼育をしていると他の魚の動きを常に見ているのであまり目だれが起こりにくいようですが、単独だと水槽の底に気がいってしまいだんだん目が垂れてくることがあるようです。幸いうちのアロワナは目だれは起こっていないので、目だれに関しては起こる可能性として紹介させていただきます。以上がアロワナを単独で飼育するときにメリット、デメリットとして私が感じていることになります。単独飼育にもメリット、デメリットはありますが、混泳飼育に比べると単独飼育の方が管理はかなり楽だと思います。大きな水槽にアロワナ1匹はなんか寂しいと時々聞きますが、大きな水槽で1匹でアロワナを飼うからアロワナに貫禄が出てくるのではないかなと私は感じています。うちのアロワナはまだ小さいので貫禄は出ていませんけど、これから貫禄が出てくることを期待しています。今回はアロワナの単独飼育のメリット、デメリットをご紹介させていただきました。ご紹介した内容はあくまで私の個人的意見となります。これらのメリット、デメリットが全てのアロワナに当てはまるとは限りませんので、参考としてお聞きいただけますと嬉しいです。アロワナの単独飼育に関してご意見、ご感想などあればコメントで送っていただけますと嬉しいです。今回の動画が良かったなと思ったら、ぜひとも高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いできることを楽しみにしております。最後までご視聴ありがとうございました。